はい。今、基本的なセットアップが完了したところなんですけど、ちょっとコードが結構多くなる予定なんで、少しもうちょっとクラス分けしていこうかなと思います。せっかく書いたんですけどね。はい。じゃあ、まず、ソース直下にアップフォルダを作って、app.ts を書いていきましょう。エクスポートクラスアップと。はい。で、シーンやらカメラやらレンダラーやら、切り出していきたいと思います。まずフォルダアップ直下にコアというフォルダを作って、じゃあまずシーン、はい、エクスポートクラス、シーンマネージャーを作っていきます。はい。で、最初にインポートしまして 3JS で、コンストラクター、this.scene は3.scene なんですけども、パブリックシーンははいこうですね。あとはここにはメッシュをアドすメッシュというか、オブジェクトをアドする関数を書いておきましょう。はい、こんな感じ。一応リムーブも書いておきましょう。はい、こんな感じです。で、これをアップにインポートしていくんですが、どうしようかな。プライベートシーンマネージャーはシーンマネージャーですよと。はい。そんでコンストラクターのthis ドットちょっとアスペクト比、幅、高さ、アスペクト比を、最初に決めてあげちゃって、でシーンを、ここではなく、ここではなく、プライベートイニットアップとかやりますか。はい。で、プライベートイニットインスタンスイズ、はい。でここで this.scene.manager は、シーンマネージャーですよと。シーンマネージャーの、インスタンスを生成して、で init アップで this.init.instances で、そうですね、こう、はい。でこうと。はい。で今度はシーン、カメラやっていきますか。カメラ .ts。 はい。でまずは 3JS インポートしてエクスポートクラスのカメラマネージャー、パブリックカメラはパースペクティブカメラですよと。でコンストラクター、アスペクトを受け取ってthis. カメラはパースペクティブカメラで this. カメラポジションは
そうっすね。で、ちょっと、流体シミュレーションをやるときの、なんていうんですかね、流体が入ってるボックスをちょっと大きめにするんで、まあ、これぐらいにカメラのポジションをセットしておきます。はい。で、カメラは、アップデート、アスペクトのアップデートをします。this.camera.aspect this.camera.update projection matrix と。まあ、これリサイズ入った時の処理ですね。はい。これでカメラ OK。this.camera manager。はい。カメラマネージャーをインポートしていきますと。で、アスペクト比を渡してあげると。で、次が、レンダラーの切り出し、レンダラーマネージャー。で、まずは 3JS のインポートをしていくと。はい。パブリック。レンダラーは WebGPU レンダラーですよと。コンストラクター。width と height を渡してあげて、レンダラーは、WebGPU レンダラーですよと。で、this. レンダラーのサイズは width, height。で、ピクセルレーシオの設定をしておきます。ドットセットピクセルレーシオセットピクセルレーシオはまあ各々のピクセルレーシオもしくは、最大は2ですと。最大は2に制限します。ドキュメント .append ボディのアペンドの this.renderer のドムエレメント。はい。で、あとは、リサイズの処理を書いておかなきゃいけないですね。リサイズは、width と height を取得して渡してあげて、こんな感じ。それと、まあ、実際レンダーの処理を書いてあげないといけないと。こうですね。はい。で、レンダラーも、書いたんで、レンダラーマネージャー。はい、こんな感じ。で、OK。そんで、あとは、オービットコントロールか。コントロール図。はい。エクスポートクラスコントロールズマネージャー。パブリック。コントロールズはオービットコントロールなんですけど、インポートをしてあげないといけない。はい、こうですね。で、コンストラクター、カメラとドムエレメントを渡してあげて、this.controls は、オービットコントロールズですよと。で、ダンピングだけ true に有効聞かせてあげて、こんな感じか。で、あとは、アップデートをしてあげないといけない。はい。で、こいつをまた、はい。そんで、こうかな。OK。で、まあ別に、これは、それはそうですね。今まだこっちが動いてるんでね。はい。まあ、とりあえず、
こいつを一旦コメントアウトして、そうそうそう。で、まだ何も動かないはずなんで、そうね。はい。で、今度は、オブジェクトをシーンに追加する処理を書いてあげたいんで、プライベート add objects to scene。はい。まあ、とりあえず、コンストボックス、これちょっと大きめに、実際のなんか一気に書いてくれたんですけど、まあ実際最初に見せたデモぐらいの大きさにちょっと設定しておきます。はい。で、インポートして、マテリアル、レッドのワイヤーフレームトゥルーでメッシュを作ってシーンマネージャーにシーンマネージャー .add で追加しますよと。はい。こんなとこか。で、こいつをイニットアップに足してあげると。はい。で、これでもまだこんな状態ですと。次に、アニメーションやるか。アニメート。アニメートをやっていきます。はい。で、プライベートアニメートは、アニメート ID、はい。this.animateID っていうのは、ですね、これは、アロー関数で書いてあげればこいつをなくせるんで、こうしてあげて、で、レンダラーのレンダーと、あとオービットコントロールをアップデートしますよと。はい。で、プライベートスタートアニメーションthis dotアニメート。はい。で、これをまたイニットアップに足してあげると。はい。で、こいつはこうね。これで、よいしょ。こんな感じか。でも今まだリサイズが効いてないんで、リサイズの処理を書いてあげると。リサイズ。これコピペしまして、ハンドルリサイズ。あれ、なんか消えちゃった。まあいいか。ハンドルリサイズで、幅と高さを更新して、アスペクトも更新しますよと。で、カメラマネージャーのさっきのアップデートアスペクトを実行して、で、レンダラーマネージャーのリサイズも実行すると。はい。で、イベントリスナーに登録してあげないといけないんで、プライベートセットアップイベントリスナーズ、Windows Add イベントリスナーのリサイズで
リストとハンドルリサイズと。で、これをまたイニットアップで実行してあげると。はい、OK。で、あとは、まあ、使わないんですが、クリーンナップ書いておきましょうか。はい。if this.animateID があるときに、キャンセルアニメーションフレームしてください。で、あとはイベントリスナーを、リムーブしてくださいと。はい。まあ、これ、パブリックでいいや。これで OK なんじゃないでしょうか。まあ、問題なさそうな気がする。はい。あとは、メイン関数のコメントアウトたちを削除して、完了ですと。はい、OK。